戦争だったんですよ。戦争で親が仕送りできないし、学生の間に勉強してる間にそのイラク戦争がすごい大変なことになっちゃって危ないから毎日空爆されるから。はい、唐揚げです。ねるちゃん、はい、いいリアクションお願いします。ここは私のアトリエなんです。すごっ。走るよ、よっしゃ。うちの奥さんも値上げしてほしいって言われてるんですけど、世の中ってもう物価高くなってるんですけど、お客さんの方が給料上がってないし、聞くと上がってないですって言われちゃうし、どこまで続けるか自分も分かんないんですけど、でも頑張れるところはこの値段で頑張ろうと思うんですけど、本当に厳しいですね今ね。はい、写真撮ったら返してね。また料理はもう50品の中で49品の赤字なので、1品だけ黒字は冷ややっこ。隣豆腐屋さんなんで豆腐いただけるんで、それだけ出したら黒字なんで、あと全部赤字なんです。さあ、まこちゃん、あれも出してあげて。何ですか？麻婆ナス。いっぱいに入れていただきます。そうなのね。油。ここは私のアトリエなんです。マスター夫婦がもうとにかく最高ですよ。それでその奥さんが喜んでサイコロスティック食べてくれたのはきっかけで、全部のメニューは380円。ごめん、俺も全然分からんのかな。ありがとう、ごめんね。よかった。ありがとうね。このワンちゃんはどなたのワンちゃんなんですか？お客さんがのワンちゃんなんですけど、今ちょっと具合悪くなってしばらく散歩できない。入院したりとかして頼まれて、今ほぼ毎日のようにお昼ぐらいの時間に行って散歩しているんですよ。それ2時間ぐらい？大体2時間ぐらいですね。ここはあんまり走れない小さい公園なんで、今から行くの、別の公園で、今ちょっとだけ。本当だ。ちょうど私もすごいいいんで、昼間、いくらか3000でも2000でも4000でももらえればね、それを仕入れに回して。このバイト代というか、お散歩のバイト代はどのぐらいいただけるんですか？3000ぐらいですね。そうですか。はい。便利屋さんですから、どんな仕事でも受けるんで、この前も人のこの玄関を塗ったら1万2000円ぐらいもらって。塗るってペンキで。ペンキでね。そうですか。何でもやりますね。何でもやりますよ。これまでどんな仕事をしてきましたか？いやミキサー車が乗ったり、あとちょっとした介護の仕事みたいな感じで世話したりとかね。そうですか。そういうのをやったりして、人助けてみたいなもん、お互い様助かるっていう話で、自分も助かるし、頼んだ人も助かるから、ありがたい。ここも板橋の二輪巣公園といって、二輪がいっぱい。本当だ。有名な公園で二輪巣って歌もあるんですよ。なんとかサウルスの二輪巣っていう歌を。日本にいらっしゃったのはいつ頃なんですか？私は1988年で日本語を学びに来て2年間日本語学校行ってたんですよ。その日本語学校行ってる間に仕送りできるなくて、僕戦争だったんですよ。戦争で親が仕送りできないし、自分の学費を生活費を稼げなくちゃいけないから、池袋の居酒屋さんでバイトしてたんですよ。夜バイトして昼間学校行って2年ぐらいやってたんです。でその間
日本の食べ物を作るようにちょっと勉強しまして、で今のお店が住まいから近いところで自分がお客さんで時々来てたんですよ。前小料理屋さんでだったんですよ。でカラオケがあって、でカラオケが好きだったんで行くとママさんがいて、常連さんがいて、でカラオケ2、3曲歌ってちょっと食事して帰ってたんですよ。でしばらく行って間に、皆さんでも仲良くなっているうちにママが具合悪くして店辞めるって言うんですよ。そしたら誰がやりたいとかいますかってみんな手を挙げて俺って言って、俺も手を挙げたらいきなり皆さんはいどうぞどうぞどうぞダチョウ倶楽部かってそれは冗談として自分も経験ちょっと結婚した年だったんで、仕事探さなくちゃいけないと思った先にこの話が来たんで、じゃあ自分も経験あるからやりますってことで居抜きでママがそのまま鍵をもらって私がやるようになった。すごい。それから31年になりますね。どうして日本に来ようと思ったんですか？日本に来て日本語を学んでイランの方の日本の会社に勤めようと思ったんです。で向こうの方が英語喋れる人たくさんいますけど、日本語ってマニアックな言葉でしたんで、当時喋れればもうすぐ採用できるんで仕事がバッチリ入ったんだけど、学生の間に勉強してる間にそのイラク戦争がすごい大変なことになっちゃって、私行きたかった会社が日本に撤退したら戻ってきたんですよ。危ないから、毎日空爆されるから危ないから戻ってきて、もう学校終わっても帰ったら仕事がないからどうするかっていうと、じゃあ日本にいるかっていう。それで今の奥さんとも知り合いになったんで、その交際をして結婚して、結婚した年に店開けたんですよ。だから結婚何年目ですね、絶対忘れない同じ年ですからねはい、唐揚げです。ねるちゃん。はい、来たよ。はい、どうぞ。わ、すごい。いいリアクションお願いします。すごい。すごい。お皿ちょっと。すごいね。すごいね。トマトソース。はい、鶏皿ね。今日奥様もいらっしゃいますか？今日はね、ちょっと来ないんですよ。そうなんですね。ちょっと用があって出かけちゃってるんで。そうですか。お店どうするんですか？お店は昔からもう奥さんが子供を育てる時代からバイトしてる女の子が木曜日で手伝ってくれてるんですよ。だから木曜日はうちの奥さんが1週間なんか自分の用がいろいろあったりして、その日明日明後日はいますけどね、木曜日だけちょっと彼女の休みの日として私で我慢してください帰ってくる散歩帰ってくる、ちょっと走ろうか。走りたいでしょ。走るよ。いい。どう？楽しい？うん。大丈夫。今回初めてこのケンジさんがパートナーとして、今回ちょっと一番メインでやります。すみません、ちょっとまたこけちゃうかもしれないんですけどよろしくお願いします。いい思いで、はい。初日はこけましたと。そうですね。記憶にこけちゃダメよ。すみません気をつけますね。はい、どうぞ。はい、お邪魔します。はい、どうぞ。今日オープン前なんでちょっとごちゃごちゃなんで買い物このまままだ整理してないんで。すごい量ですね。はい。まだこれから買い物も。そうですね。ちょっと今ね、肉買いに行ったりとかする。はいはいはい。仕込み時間はだいたい何時ぐらいからいつも。前の日に明日どのぐらいの予約入ってるとかそれを見ながら前の日にやったり、はい、予約によって違う。あと予約のは飲み食べ放題コースもあったりして、そういうコースの場合は何を出すか前を考えていくっていう感じなんで、コースじゃない場合はその日お客さん来ないと何を頼まれるか分かんないから、一応下準備は多少用意してあるんですよ。はい。
お客さんがチャーハン頼んだらもうその場作るしかないから。ああ、もう即席で。あ、そうですそうですそうです。だから仕込みって言ったらちゃんと仕込みはそんなにないですね。買い物もうち冷蔵庫家庭用な冷蔵庫なので、業務用冷蔵庫じゃないんでそんなにいっぱい入れないんですよ。ちょっと大きい家庭用の冷蔵庫ってそうことですね。ですね。まあそんなにね、まあこんな感じですからね。中見ても大丈夫ですよ。あ、でもパンパンですね、やっぱり。まあまあまあこんな感じなので、まあ冷凍庫もこんな感じで。まあお子さんが来るんでアイスもいっぱい用意してあるので、アイスはサービスなので、こんな感じですね。はい。こんな感じですね。野菜たっぷり入ってて。そう今コロナになってからメニューを壁に貼るようにしたんです。あ、もともとはここじゃなかったんですね。あ、こっちの方が切れてなくていいんじゃない？その下とは切れてる。あ、本当そうですね。確かに。毎日でも大変ですね。そうですね。やっぱお客さんいらっしゃるとね、店狭いもんで、いろんなものが落ちたりとかするんで。もうそうですよね。お店が小さくてもやっぱり気遣い一つ大事ですよね。もう奥のあれはブランケットですか？それとも。あ、そうだ。お客さんが寒い時にもう今ちょっと店が古いんで隙間風も結構いっぱいあるんで。あ、そうなんですね。この前もこれ自分でちょっと汚いけど、手入れしてあ、自分で。あ、そうです。これは隙間風を。それボンドで。はい。長く使ってるからこうお客さんの重さで穴が開いて、ここはね風が来るんですよ寒い時。やっぱり人に頼むとお金が発生するんで。そうですよね。できる限りお金かかることを自分でやったりしてて節約っていうの。そういう努力があるから激安を続けられるっていうのも。そうですね。どっかでバランスを取らないと、もう赤字だけじゃもう倒れちゃうんで、体力はどのぐらい続くかって話なんですが、体力っていうのはお金の体力ですね。自分の体力がたくさんありますからね。そうするとあんまり出るところを少なめにして入るところを多くするというと体力がつくんで、そしたら店が長続きできます。今は物価高でね、どこの店も頭抱えてると思うんですけど、なかなかね落ち着かないしね。どこのお店も値段を今値上げしてる中、ずっとここは変わらないみたいですよね。じゃあ本当はね、もう皆さんに値上げしてって言われてるんですけど、うちの奥さんも値上げしてほしいって言われてるんですけど、世の中ってもう物価高くなってるんですけど、お客さんの方が給料上がってないし、聞くと上がってないですって言われちゃうと、そこでうちも値上げするとカモしか楽しみがなかったお店も値上げしましたって言うと来れなくなっちゃう、その寂しさもあるんで、どこまで続けるか自分も分かんないんですけど、でも頑張れるところはこの値段で頑張ろうと思うんですけど、本当に厳しいですね今ね。オムライスって言っても10個以上の卵使ってると、もう今10個の卵でもう300円違いしますからね、税金入れちゃうと。そうするともう卵だけで300円になっちゃうから、そこからお米、肉、ケチャップで油、玉ねぎを全部入れちゃうと、もう本当に私が料理を出した時点で私がマイナスなんですよ。ガス代と電気代も上がってますよね。上がってます。その辺はもう入れたらとんでもない金額になるんですけど、あとでもうちのお客さんもそれを分かってる人多いと思うんで、食べ物は赤字なんですけど、飲み物飲んでいただけるといくらか黒字につながることもあるんですけど、できればソフトドリンクもあるので、ソフトドリンク1杯でも飲んでいただけると助かります。そうですよね。それはね、この店を継続するための方法しかないんですよ。ただお水しか飲めないお客さんもたくさんいらっしゃるんで、それはそれでよろしいんですけど、ただ料理はもう50品の中で49品の赤字なので、1品だけ黒字は冷ややっこ、隣豆腐屋さんなんで豆腐いただけるんで、それだけ出したら黒字なんで、あと全部赤字なんですよ。
でうちのスタッフが私もあんまり値上げしないとみんな心配してカモの中で黒字コーナーを考えてくれて、メニューは全部赤字コーナーなんだけど黒字コーナーをスタッフが考えてそこに後で説明しますから。値段はでも変わってないんですか？値段は一緒です。じゃあ400円という売値400円でもちゃんとそのマンスさんが儲かるようにスタッフさんが考えてくれた。考えてるんです。それもまあ特別コーナーで。ぜひぜひ。よろしくお願いします。出してここに置きます。ありがとうございます。助かります。いらっしゃいませ。いや、予約してない。こちらどうぞ。はい、写真撮ったら返してね。400円です。この店は31年やってるんですけれど、31年前は普通の居酒屋さんと同じでいろんな値段があったりしてるお店だったんですよ。安いのもあれば高いのもあればいろんな値段があったんで、ある時お客さんで妊婦さんがいらしたんですよ。最高列席800円だったんですよ。それを食べたいとか言った時に旦那さんがちょっと予算がないから安いのしてって言われて、奥さんがその最高列席をやめて380円の焼きそばを頼んだんですよ。それからね焼きそば食べて帰ったんだけど、ちょうど最高列席食べればお腹の赤ん坊に栄養たくさんいくだろうなと思った自分がいて、焼きそばにも栄養あるんだけどどうしても最高列席食べてほしかったなと思って、その夜全部の値段を最高列席の800円を焼きそばの380円に変えたんですよ。全てのメニューは380円になったんですよ。はい。ほんでしばらく経ったらそのご夫婦また病院の帰りにいらして値段を見て、安くなりましたねっていう話で、そしたら奥さんが最高列席頼んだんですよ。で嬉しくなって前回食べなかった分も足して大盛りの始まりなんですよ。なんですけどだんだん年数いくと量も増えたりして、10年前とちょっと量が増えたりとかさ、自分もどんどん太ったりしてそれでその奥さんが喜んで最高列席を食べてくれたのはきっかけで全部のメニューは380円。当時税金がなかったからその380円のままなんだけど、税金が 3%、5% になった時にずっと380円でいったんですけど、 8% になった時には399円で3939って入るから、で 10% になった時に1円だけ上げて400円にしました。自分が一度決めてることなのでもう潰れるまで頑張ろうと思ってやってるんですけど、その分やっぱりお店赤字の分をどっかでやり直さなくちゃいけないから昼もアルバイトしたりはしてるんですよ。これはうちのスタッフが考えた。これはここはコーナーは、カモンの黒字コーナー。これまで2週間前から始めてるんで、どこのマスコミにも出してないんです。初めて世の中に出ますから。ありがとうございます。そうです。これはうまい棒、6個で400円コーナー。これで6個で400円。普通に買えばそんなにこれはこんなに値段しないけど、やっぱりカモンを継続してほしいということで、こういうことをスタッフが考えて作ってくれたんですよ。昼間もバイトしてるのみんな見てるからちょっと大変なの分かってるから、なんとか少しでも売り上げになればいいと思って皆さんがねいろんなことを考えてくれるんですよ。本当にありがたいです。令和とは思えない人情あふれる話ですね。人情あふれてる区ですからね、最高の区ですよ。みんな優しい人も多いしね、困るとすぐみんな助けてくれるし、もう一回生まれ変わってもまた板橋に来ようかなと思ってるんですけどねめっちゃ嬉しいですね。ねえ、本当に板橋最高ですよ。困ったらみんな助けてくれる、逆に困ってもいないのになんか困ってないですかって聞いてくれる。それは嬉しいよね、よく来てくれたねっていう、そうですよね。すみません、今時計が左斜めになんか映ってたんですけど、これ123456788個もあるんですけど。いや、いっぱいあったんですよ。もっといっぱいあったんだけど、あそこに今黒字コーナーが入ったからその辺にも時計が。もともと普通時計って針があって回って
ってたりすると思うんですけど、ファッションでってこと？ファッションではないです。ちょうど今3月の何日ですけど、3月11日東北の地震あったんじゃないですか。はい。この時計の話になると、はい。東北の地震で3月11日だったんじゃないですか。はい。その時に大変なお皿が割ったりとかいろんなことがあって、はい。ちょうど自分も福島の川内村っていう村に絵の個展やってたんですよ。で廃墟にされた小学校を美術館にした町だったんで、そこでぜひマンさんの個展やりたいと言われた。絵を描いてるんですよ。そこで私絵の個展やってたんですよ。その義理もあって東北の地震を忘れちゃいけないと思って時計の針を2時40何分に合わせて電池を取ってたんですよ。そしたらこれ見ると、東北の地震の時間でみんな分かるし、で「すごいですね、日本人より日本人ですね」って言われるともう俺も喜んでまたどんどん増やしてたんですよ。である時ねこれ飾って3年4年目ぐらいかな、お客さんが見えて、そのお客さんがこの時計を見て泣いたんですよ。どうしたんですかって聞いたら、自分の親族をこの東北の地震で亡くしたと。で時計見てだけで思い出したのはないって。そこでここ酒場なのでみんな酒を飲んで楽しくなる場所なのに泣かしてごめんなさいって言ってその夜全部の針を外したんですよ。だからもうその2時何十分の時間を心の中にしまっておこうと、それがお客さんも後から見えて、それを見てすごい喜んで、もう今度泣いて喜んで、それからこのまま置いてあるだけで東北の地震の話だったんですよ。でも今ね結構ね使い道いろんなのあって、お客さんが待ってる時間になると「すいませんあと2分でできますから」「そうですか」ってこの時計であと2分とかね笑いにはもう今変えてるんで、いい使い道がありますからね時計だけに「ほっとけ」とかね。おっとここは私のアトリエなんです。すごっ。こういうね。大きいでしょ。はい。これ一から描いたんですか？これはもうだいぶ前から。これ自分のこれもそう。これねこれ油絵ですか？油絵ですね。これいろんなものを使ってこう。はい。ほこりを取ったりとかさ。はいはい。これはちなみにテーマは何かあるんですか？これはうちの娘たち。娘さんを描いてた。はい。思い出の一枚ですね、じゃあ。そうですね。結構ね小さい時から描いてるんで。はい。結構いっぱいこれもうちの子供たち。すごっ。公園でね。はい。2人で。ちょっと。父さんがこんなに明るい方なので、やっぱり娘さんたちとか仲良く育ってるんじゃないですか？そうですね。やっぱり、この絵を見ると、こうつながったりしてて、どっかつながりをここでこの足でつながったり、兄弟のつながりとかいろいろ、はい。ちゃんと意味を入れてこうつなげて、ほとんどのもう全ての絵はつながってんだ2人が何かの形で、やっぱり兄弟だから。やっぱりこういう趣味を持った方が、結構精神的に楽です。もうここのお店は長いんですか？私は21年2年21、2年ですか？はい。なので、かなりの付き合いですね。もともと入ったきっかけとかは何かある？もともとこっち側の人間私。マスターが初めて何年かの時でたまたま町内会のソフトボールで知り合って店やってるから飲みにおいでって来るようになってここで、それから木曜日のバイトの子が辞めるっていうので、じゃあチェンジしようかってことで、それで今までに至る。そうなんですね。やっぱりマンさんの人柄とかが好きで。そうですね、やっぱりね。マスター夫婦がもうとにかく最高ですよ。
さっきマスターからお話を聞いたんですけど、うんうん、その黒字コーナーっていうのを、はい、その従業員たちが考え、私が何気にもう一人スタッフがいるんですけど、はい、直美ちゃんと子がいるんですけど、その子がこのフックを持ってきたから何すんのって邪魔くさいなって、私がお菓子をかけたらいいじゃないってなったの。偶然だったんですね。じゃあその黒字コーナーってあえて書くことによってボランティアの気持ちも込めての買ってくれるっていう。そうですよね。これ書いたのも私だし。あ、そうなんですね。この貧乏たらしい紙に書いたのがいい大変ですよみたいなちゃんとしてないところが。今だいたいここのお菓子はそのもう一人の直美ちゃんとこがいっぱい買ってきてくれるから、いろんなところ行って。大盛り食べきれない人だっているじゃないですか、飲んでて、そうですよね。ちょっとつまみたいなっていうのが私の中であって、こう珍味とか買ってきたらだんだんこんなになってお菓子はもったいないと思うし、でも食べきれないし、で飲まないとやっぱり赤字になっちゃうから、飲んでいくらなんで、ここは、どっちかっていうと飲んでもらうんだったらこういうのもいいかなって。マスターありません。真っすぐ真っ赤です。さあ、まこちゃん、あれも出してあげて。何ですか？麻婆ナス。いっぱいに入ってます。きゅうりさっぱりおかか。きゅうり何本ぐらい入ってるんですか3本。3本。はい。たっぷりですね。たっぷりですよ。後でマンさんね、油違うんだ。そうなのよね。油の塊なのに。脂身嫌いなの。脂身のはい、焼きそばできました。どうぞ。はい、ありがとうね。どうぞ。すごいすごい。食べてください。焼きそばの味はどうですか？美味しい。うまいですか？やっぱりコストパフォーマンスは最高ですか？最高だってこれで400円だもん。でも麺はほとんど主人が食べて、私は野菜を食べる。あ、なるほど、健康を大事にして。オッケー、まこちゃん。マウスは混ぜちゃうと。ぜひぜひ。え、マジですか？やった。すみません、今日はありがとうございました。どうでした？結構パンパンですよね。パンパンです。もうお腹がもうめっちゃ膨れてます今。まああと10分あれば唐揚げいけたと思う。ああ、10分か。でもちょうど街のお客さんいたし気遣ってくれて。味自体はどうでした？いやほんと美味しかったです。とんでもなく美味しいですね。じゃあ400円っていう金額はもうありえないですありえないですよね。ちょっとバグってます。ありがとうございましすいませんありがとうございまた。した気をつけてお帰りください。はいありがとうございます。失礼しますありがとうございます。一緒だよ。どうもありがとうね。またいらしてください。またお願いします。どうもありがとうございました。はい。あったかいうちに食べな。まこちゃんご飯用意してくれてるよ。ありがとう、まこちゃん。ほら食べないと怒られるよ。
どっちみち怒られるんだから。食べた方がいいよ、ご飯やってるもんもう。ありがとう。変な質問になってくるんですけど、はいはいはい、どうぞ。ここまでこう安い値段で提供してこう頼まないみたいなこととかあるんですか？いや、ありますよ。一番覚えてるのはね、男性8人来て、はい、8人来て、みんな結構がたいのいいお兄さんたちで、はい、8人来て全員お店でしたんで、ほんで6品頼んだんですよ。で6品頼むともう2400円ですよね。で土曜日の真っ裸な忙しいの中で、ずっと10時ぐらいまでいたんで、8人で2400円はあれは傑作でしたね。今まで、それはなんか未だに覚えてるんですけども、皆さん帰る時にすごい喜んで帰ってくれたんで、私も笑顔でちゃんとありがとうございましたと言って返したんで、また来ますって言ってくれたんで、やっぱりその嬉しくて帰ったことは私もやっぱり嬉しかったんですよ。嬉しいけどやっぱでもお店を続けるためにはやっぱりこうちょっとドリンクを出さないと、実際オムライスとかも今いろいろ高騰してる中で言ったらですけど、今日もねその卵10個でだいたい高い時で300円っていうお話してたと思うんですけど、でもオムライス1つに卵13個入ってて、でお米が4合以上入ってて、であとは豚肉とチーズでケチャップ、お持ち帰り用のケース、そうですね、全部入れたら低く見積もってもオムライス一つにつき300円ぐらいの赤字はありますよね。あるんですね。はい、そうですそうです。そこでソフトドリンク1個300円のもの出して頼んでいただけると私たちの心も少し楽になりますね。心の叫びですね。できたらね1杯でも2杯でも飲んでいただければ、なんとかこのご時世を乗り越えればまた明るい先があると思うんで、今もうこの物価高の中で生き残れば先は明るいと思います。もう結構ね波がいっぱいありましたね。もうすごい波がいっぱいありましたね。はい、よく飲食店はこう売り上げを作ると安定するっていうけど、物価高に関しては激安はもう天敵。もうどうしてもないんですよね。はい、もう物がどんどん高くなってるからね。野菜とかもう本当にもう昨日買ったものが今日はもう上乗せされたりとか。と言ってもこういう商売ですから大量の買い物できないじゃない。置くところもないししまうところもないし、その日暮らしなのでその日買ってその日売るっていう商売なので、毎日の物価のあれに乗ってますね。はい、天気一つでどうなるかわからない。わかんないです。はい、カモンに来たお客さんは笑顔で帰ってほしいんで、誰一人も嫌な思いしてほしくないんで、それは私のポリシーって言っても、もうこのお店がある限りそれを追っかけたいんですよ。笑顔で入って笑顔で帰る、それはカモンの全てだと思います。
りがとうございました。またお願いします。また来てくださいただきます。ちょっと熱いので気をつけてください。はーい。わ、美味しそう。マンさんの食べる姿初めて見るかもしれないです。あ、そうですよね。あんまり食べないですね。いつも作ってくれてますもんね、みんなに。うん。そこに汁たっぷり入ってますね。ありがとうございます。うん、すごいです。美味しそう。美味しい美味しい。小籠包みたいに中にねえ、すごいですね。なんかね。いや美味しいですか？ー、うん、そう全部皮作ってるみたいですよ。ね、はい、自家製で全部作って美味しい美味しい。全部食べちゃう。マスター、お店で餃子を出すこととかないですか？今のところメニューにないんですよね。そうですか。入れちゃう？400円で大丈夫？お客さんから言われないですか？餃子食べたいとか。あ、たまにありますよ。うん。みんな好きな食べ物なので餃子って。うん。マンさん熱いの大丈夫なんですか？大丈夫。大丈夫ですか？絶対今やけどになってないかなと思って。美味しい。いや嬉しいですね。多分400円だったらしっかりと黒字の出る。ねえ、これね、作り方もこれなら簡単ですよね。そうですね。うん。口の中でシールがすごい。そうですよね、じわって。ねえ、本当にもう美味しい、最高。ごちそうさまでした。ありがとうございます。美味しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。もう一回行きますか。あ、全然大丈夫です。バッチリ取れました。はい。ごちそうさまでした。ありがとうございます。美味しかったです。マンさんすみません、今日はごちそうさまでした。はい、ありがとうございました。楽しい取材でした。またぜひいらしてください。よろしくお願いします。明日もやってます。お願いします。あ、定休日って火曜日です。はい。ぜひぜひ。じゃあ、ありがとうございました。お疲れ様です。おやすみなさい。バイバイ。これ食べきれなかったらお持ち帰りもできますので、お持ち帰りすると漏れなく俺も一緒についていきますからよろしくお願いします。それ言うとみんないらんだけにいらんって言うんだよね。困っちゃうね本当に。もう朝までいびきで寝かせないよ。はあ